4度目のエアさんだ。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、サウンドピーツの名作、半開放型の、サウンドピーツエアさんから派生した、サウンドピーツエアさんデラックス HS だ。エアさんから、デラックスに派生して、それがさらに HS に派生した、という感じだな。現在、Amazon でまだ併売されている仙台、ブルーエアにも含めると、現在、サウンドピーツには、なんと5台のエアの名前を冠するイヤホンが流通していることになる。別ブランドでも、無線イヤホンで人気のエアシリーズがあったり、このイヤホンを発売している、サウンドピーツのエアの中にも、この HS と同じエアさんの中に密閉型があったりと、エアだけで打線組める感があるが、まずは、このエアさんシリーズ、今どんなモデルが出てるのかをおさらいしながら、このエアさんデラックス HS がどんな立ち位置にあるのか、確認していこう。現在販売されている、エアさんは、エアさん無印、エアさんプロ、エアさんデラックス、エアさんデラックス HS だ。そのブランドに詳しい人以外には何が何やらだな。ざっくり書くと、基本のエアさんをベースに、小改良したものが、エアさんデラックス、エアさんプロは、ドライバーも装着方法も、音色も全く異なる別物だ。親戚のおっちゃんくらいのイメージでよろしい。で、エアさんとエアさんデラックスは、基本的に本体に関してはほぼ同じもの。ケースが変更になっているので、そこが最大の違いだな。今回紹介する HS は、デラックスをベースに、チップセットを変更したもの、という理解でいいだろう。このチップセット変更、そんなに大きなトピックに感じないかもしれない。ただ、詳しい人にとっては、かなり大きな変更だ。エアさんデラックス HS、以降、HS と省略するぞ。HS に採用されているチップセットは、従来のエアさんデラックスとは異なる、LDAC に対応したものになっている。文字で書くと、対応してるんだ、くらいに思うかもしれないけど、これ、待ってた人にはとにかく待ってたアップデートだ。従来のエア3系が対応していたのは、aptX と呼ばれるタイプのコーデック。で、今回対応したのが、LDAC と呼ばれるコーデック。それぞれ、対応している機器が異なっていて、なおかつ、このタイプの半開放型で、LDAC に対応しているイヤホンはとっても稀。なおかつ、それが音色と取り回しで評判のいい、エアさんに積まれたので、LDAC 系で音をやり取りしたい人にはすごく嬉しい一台になっている。お使いのスマホが、どちらのコーデックに対応しているか、あるいは両方に対応しているかをチェックして、LDAC に対応していることが確認できたら、デラックス HS がおすすめだ。それから、Apple 系のスマホが対応している、AAC にも、もちろん対応してるぞ。また、LDAC 対応でありながら、ゲームモードも搭載してるので、遅延が少ないイヤホンを探している人にもおすすめだ。接続の安定性に関しても問題なし、LDAC は、ストリーミングや楽曲ストアで聴ける、いわゆるハイレゾ音源をしっかり転送できるコーデックであり、また、本モデルは、インナーイヤー型として、非常にレアなハイレゾワイヤレス認証を取得しているイヤホンでもあり、しっかりとハイレゾ音源を再生したい人におすすめしたいな。本体に関して、外観上の変更点は、デラックスと HS を識別するためか、金属風パーツの部分が、ガンメタルから落ち着いたゴールドになっている、以上。そもそも、エアさん自体、練りに練ってこの形になっているので、むしろ形が変わったらマイナスだ。すでに多くの人に試されて、高評価を得ている形状なので、安心して掴んでほしいな。タッチセンサの範囲は狭めだけど、しっかり押しやすい形になっているし、タッチの精度もちゃんと調整されていて、誤動作も少ない。ケースからも取り出しやすく、装着感も日本人の耳に合った優秀な形だ。大きすぎたり、緩すぎたりもせず、落ち着いて長時間装着することができるようになっているぞ。唯一不満なのは、ケース表面が光沢仕上げなので、この部分に皮脂が目立つ。本体はマット仕上げなので、耳元は気にしなくて大丈夫だ。標準の連続動作時間は、最大5時間。フルスペックの LDAC で運用すると、ちょっと短くなるだろう。高音質なコーデックは、基本的に大飯くらいだ。エア3系の音色を話すのも認めだけど、日常生活で愛用するくらいに良い。エア3系のイヤホン、というか、サウンドピーツは現在、ダイナミックドライバの振動板の素材として、バイオセルロースをプッシュしている。個人的に、そのサウンドピーツのバイオセルロース素材採用品の中で、最も素材の味を引き出しつつ、成功しているのが、エア3系のチューニングだ。HS は、
エアさんと同じ、14ミリ超のバイオセルロース振動板を採用している。バイオセルロースは、めちゃくちゃ乱暴に言ってしまうと、紙のすごいやつ。紙と同じ温かみがありながら、音がしっかり分離して、なおかつ高音域もある程度得意になったドライバだ。温かみがあって、低音域が表現できて、自然で聞きやすい音な、半開放型のイヤホンと組み合わせると、少し音が温かくなりすぎて、眠たい音、なんて評価にもなりかねない素材なんだけど、エアさんは暖色傾向を強く持ちつつ、それぞれの音がしっかり保たれていて、多めの低音を持ちつつ、それでいて曲全体の空気感が緩くならない。また、各音域が自然に接続されているので、後ろから呼びかけられるような音源を再生すると、本当に人が近くにいそうな音が出るぞ。金属音なども、柔らかくなりつつちゃんと聞ける。YouTube とか、ゲームとかでもゆっくりと使えるぞ。装着感も伴って、やっぱり何度聞いてもちょうどいいんだよな。それと、低音は近いんだけど、ボーカルなんかはある程度距離感を感じるので、それもあって長時間自然に聞いてられるんだよな。というわけで、基本性能がすごく良いエアさんに、LDAC で鬼に金棒、何度こすってもやっぱりいい。そうそう、半開放型なので耳に入れたまま会話できるし、ちゃんと会話したいときは、本体を外せば、センサーで再生が止まる。もちろん、センサーの反応の有無とイコライザは公式アプリで変更可能だ。そんなわけで、きちんとエアさんの性能を持ちながら、LDAC でハイレゾ音源が流せる選択肢が出た。というわけで、コーデックを気にする人、良い半開放型が欲しい人におすすめだぞ。といったところで今回はここまで。クーポン使うとかなり安くできるので、詳細欄もお見逃しなく。